これはソリッドゴールドです。重いです。3862番目です。だから4810本のうちの3862番目に作ったら。菅田将暉は映画で使ってですね。でも100年近く経ってもこの状態だから相当状態はいい。それだけでも相当たくさんありますよね。今ちょっと遅れ気味になっちゃってるから急いでやらないといけない。じゃあ今はだいたい一日の中で何本習字してる？必ずだいたい5本ぐらいはやりたいところなんだけどね、5本から10本やらないとちょっと間に合わない感じ。みんな写真を撮って残しとくんだよね。いつお預かりしていつ。これは昨日お預かりしたタイプ。これめちゃくちゃ綺麗ですね。うん、プリンスリージェント。昨日持ってきても来週ちょっと使わないといけないけど。かなり高いものです。当時売ってたのが22万5千円ですが、今もっと高くなっちゃって、だいたいもう7、80万ぐらいで取引されてる結構高いものです。すごく作った数が少なくて、全世界で、4810本だけ。モンブランという山の高さが4810メートル。今モンブランはもうこの手のは直せなくなってしまっているので、これはどこのインクがもう入らないですよね。だからこうするとインクは入るんですよ、本当はね。ところがほらもう全然ポタポタ落ちるばっかり。これなんかはちょっと慎重にやらなきゃいけないから結構難しいかな。細かいところが多いからね。結構カメラ、でもいいカメラ使ってるから大丈夫です。因为你们的相机还挺好。でこう作業するものに合わせてこれは変えるんですよ。交換するの。それで仕事によってはこれをこうモーターを入れて、みんなこれ自分でこう作り変えるんだけどね。これも手作りですね。How at the top of a piece 驚きますよ、これは。本当に昔のこういうのっていうのは、当時はもう何にもないからね。みんなこう、よく物が作れたよね。ほら、これだけずれちゃってるでしょ。ここに引っ掛けるのよ。これで回す。高いものは怖いよね。動いた。こうやって。見た目あんまり悪くはないんだけどね。油が切れてるっていうか、なんかでもこう見るといろいろ削れちゃってるね。だいたいもう滑りが悪くなっちゃってる。ピストンとこう噛み合ってこう動くんだけど、だからもう静かによいしょ。これで外れる。そうし。怖いですよ。こういうパーツはなんか固まってるね。なんでしょうこれは。あれ何かやってるね。何回か修理したんじゃないかな。何か詰めてあるね。何かのものを直した形跡はあるんですね。これ全部傷です。ここのところほら不規則にこう入ってるでしょ。これ全部傷。何かで削ってるんですよ。でこのタイプはね、ここは真ん中は関係ないんですね、実は。でこれなんでここに傷がついてるのかなって、それはちょっと理由が不明なんですが、もっと簡単かと思ったけど結構大変だね。
目がね、いくつかありますかあら、ーそれで紹介していただ特に今日はペン先を扱うからちょっとこれ細かいやつをやってます。それで、こういうのはね、標準で、今見ているけれども、ここだけ変えられるんですよ。これでだいたい15倍、最大30倍ぐらいまで。なんかアニメの中の人物みたいいや本当ににすごい特徴的で。いいです。はい、これで治った。いろいろ頼まれることもあるよね。筆跡がこの手紙の筆跡はこれは本人のあれで間違いないかとか、なんか鑑定人的な仕事を頼まれることもあるでしょ。それでわざわざその仕事最高裁判所まで行って証拠品の回収で部屋にあれでもってそこから外に出て見ることができないからわざわざしてタレントは結構来てますよね。市川美香子さんも来ましたよ。市川美香子は映画のゴジラに出てますよね。彼女はこの時はまだ若かったからな、22、3でしょ。今はもうおばさんになっちゃったけどね。いいカメラがあったから写真これはもう10年代だな。これは前にこれ引き合いが仕事の依頼が来て、これと同じものが欲しいって言って、これ多分俳優の佐藤健君が使ったんだ。これも映画なんですが、本木正宏もっくんのここの胸に刺さって、これ私が作ったんですよ。スパイゾルゲっていうタイトル。スパイゾルゲ。スパイファミリーじゃないですよ。違う。ちょっと今撮影はしてるんだけど、差し支えなければ。そう。人気あるからな。そうなんですね。割とメーカーでも一流メーカーだから、結構もらった側としてもな、いろいろちょっとなんか結構個人的に変わったものが好きなので、割とあんまり他でないようなあれとか。買われる方より修理される方の方が多いですか？修理は圧倒的に多くて、だからもう8割方修理ですよね。あと作ったりとか、いろいろ最近キットもの作ってボールペンを作ったり、もうあとオリジナルですよね。ちょっといろいろ考えてからまた。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ところがやっぱりね、みんななかなかそれでもうおっしゃっていた通り、それだけで本当にビジネス利益が上がるのかっていうと、なかなか本当に難しいところあると思いますよ。東京ではこういう万年筆を修理をやってるお店は大体何軒？それで先輩がやってたのがもう今年になって亡くなられてしまいまして、唯一出会った森山さんってやっぱ先輩が結構何人かいたんですよ。でみんな辞めちゃうんでしょ。だから難しいな。こっち側でなんかこう解決できないかなとか、これ自体を作っちゃった方がいいかなとか。1960年代70年代最初のぐらいっていうのはおそらく万年筆はある一定ずっとコンスタントに使っていたのが70年代を超えたぐらいからおそらくねボールペン他の筆記用具というのがすごくぐわっと上がった時期があって、さっきそういう話をしたけど父親の時代っていうのは本当に万年筆の仕事は少なくなってきちゃったから結局こういう仕事を始めたでしょ。一つの万年筆がこう引き継がれるっていうことを過去何度も見てるんですよ。で、私のおじいさんですね、祖父に作ってもらった万年筆っていうのを遺品を直したことがあるんですよ。なんか海難事故ですよ。船の事故かなんかで海底にずっと沈んでたっていう。
うん。それで、それが回収されて治るかっつって、もうすごい状態だったんですよ。もうそれこそ貝殻がついてるとかそういうでもって直したらちゃんと書けるようになったんですよ。でやっぱりすごい喜んでた。ああ、すごい達成感がありますね。ムーアかな。これが一番古いですね。おそらく推定でもしかしたら19世紀の可能性がある。マービートッドっていうメーカーです。イギリスのメーカーですね。で、途中から色が変わってるじゃないですか。エボナイトは時間が経つとこう茶色くなっちゃうんですよ。これは元の持ち主の名前があるな。フランク・ホリングワース。持ち主の名前。うん。イギリス人？名前からなんか、でもイギリスっぽいかな。名前から。これ白い塗料を入れてますよね。だからそれが何を使ってるのとかいろいろ興味は尽きないですよね。いや昔のものは面白いな。どうやって日本に来たんでしょうね。これはでもなんかおじいさんの頃からあるから誰かもらったか何かしたんだろうね。おじいさんは変わった形のものを作るのがうまかった。めっちゃ可愛い。で、これインクを入れることもできるんですよ。インクが入る。信じられない。これは野球のバットですよ。これが父親の代か。こっちの方が昔なんだ。これがおじいさんですね。こっちが。ごめんなさい、これ。そうです、そうです。これが一番古いんだ。すごいでしょ。これは使いやすい。すごく持ちやすいし、使いやすい。もう色がだいぶもう時間が経っちゃってるけどね。これは私去年作ったんですけど、ガラスでできている。ガラスペンはね、結構丁重に使わないと。慣れが必要だな。慣れないとなかなか使えない。流木、海で拾ってきたの。海で拾ってきたの。そう。すごい。で使えそうなものがあると、いろいろ。だから材料結構貯めてありますよ。いろんなものを貯めてあります。だから時間ができるとすぐ作れるような体制にはしてるんですけれども、だからいつも材料置いてありますよ。もうすぐ作れる。これもこれ材料。作るのと修理するのがどっちが好きですか？私は作る方が好きですけどね。アフリカのカリンバという楽器があって、それを自分で作ってみた。でも全部木で作っていたらどうなるかなっていう、そういうあれですよね。アイスのボール。アイス。でリラクゼーションってなんかそういうあれも結構好きなんですよ、割とね。やっぱりちょっと今忙しいから本当音楽活動とかそういうのって全然できなくて、たまに本当に弾いたりはするけどね。非常に変わってる。もう100年以上前のペン、中にインクを入れるわけです。そうするとこう漏れてきちゃう。自転車のチューブ。もう中身が出てきたかな。こういやこれコルクなんですよ。もう劣化しちゃってこういう状態になっちゃって、もうなんだかわかんないですよね。これワインの線とかをね利用する。これワインのコルク。これは昔はねろう、今はそういうものは使わなくなってる。シリコンなんですよね。シリコン。昔はもうものが限られていたから、限られていたものの中でやらなければいけなかったけどね。
だからなんかもう古いことはやっているんだけど、新しいものは有効なものは使っていきましょうということで、今はこう何でもありますからね。でこれでもう一回テストしてみます。高まれてないですね。ね、これで成功です。全く漏れない。この先もしかしたら100年持つかもしれない。だから昔は20年ぐらい前はよくそういう仕事があって随分やりました。過去あと雑誌でもいろいろ取り上げてもらったりもしてたけどね。一時も万年筆がものすごく自信がついてきてね。でファーバーカステでしょ。ファーバーカステ、それからカランダッシュでしょ。それはブランド名ですか？それで川久保万年筆、私がデザインしたやつ。あ、デザインしてる。だいたいここに自分のものがあるというのは本当はおかしいんですよ。すごいですよね。いやおかしいですよね。どう考えてもおかしいです。若いな。何年前？30年前か。すごいな。95年の10月9日からインターネットに店を出したって、この頃すでにやってたのか。30年前で。自分も覚えてない。95年で、30年経つのか。やんなっちゃうな。私この仕事をする前って父親生きてたで仕事をしてた時、私は元サラリーマンだったですね。でね、何やってたかっていうとコンピューターの仕事をやってたんですよ。もともとプログラミングでハードウェアもやってたし、その流れがあって、で父親が亡くなって、で店も辞めちゃうっていう段階で私がやることになって。だからもともとだからこういうクラシカルな仕事はしているんだけれども、今でもだから割と先端のものって結構好きなので、これも自分で直したんだけどね。でこれ実は普通にテレビ映るじゃないですか。仕掛けがあって、Spotify ようこそ。お出てきてる。でこれ何で鳴らしてるかっていうと、これも驚くよ。このラジカセで鳴らしてるの。このオーディオ信号をこっちに送ってる。だからこれ音はアナログで全部。エコー Spotify でビートルズ聞かせて。 Spotify でビートルズの楽曲を再生します。ビートルズ。これ実はもうハイテクバカみたいなので、エコー店の電気を消して、ほら消える。エコーショーケースをつけて。バカですね。エコー看板をつけて。つけてた。生成 AI 動画で、人類はだんだん進化してって、でこれがだんだん時間とともにエジプトからいきなり筆になるっていうのもすごい話だ。そうですよね。これがおそらくは一番古い写真ですね。この写真がね、私が多分これ4歳か5歳。これはもしかしたら父親が写ってないから父親が撮っていた可能性が高いな。カメラが好きだったから。これすごく昔の万年筆がたくさん並んでますね。だからこういう形で昔から販売はやってたね。この時すでにもう修理。今東京の番号って3桁なんですよ。4桁なんですよ。外に出してるでしょ、いちいち。
でこれ店をしまう時に中にまた戻すんですよ。だから大変。これ車輪がついてないじゃない。だから2人がかりでいちいち店を開けるたびに外に出して。懐かしいな。変わってるものそうでないものってあるねやっぱり。田舎の白いあぜ道で埃っぽい風が立ち止まる。地べたにペタンとしゃがみ込み、奴らがビー玉弾いてる。だから技術っていうことを割と自分の中ではそれは芸術も含めてね、芸術、音楽、それから実際のそのテクノロジー、いろんなものこういう含んで全てがやっぱり万年筆を使っている人は全体では少ない。やはりそのものを書く行為っていうのはね、本当にこれはもうしばらくなくならないと思うし、もう随分長く続けてきてよくわかりました。僕は退屈、日傘ぐるぐる。僕は退屈、ルル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 。これ AI でもって解像度高くできないかな。ちょっと後でやってみようかな。